こんばんは、はるきです。今回はアタッカー限定の両コスパ選手ベスト11になります。個人的にコスパの、選手、おすすめできるコスパ選手を紹介するものになってます。今回はアタッカー限定ということで、フォワードの、選手で安くて強い、11名を選びました。それでは、早速紹介をしていきたいなと思います。まずは RTTF ルーカス・モウラですね。ルーカス・モウラ。ルーカス・モウラ値段的には5万5千で、買うことができます。この人はですね、役割意識だったりとか、あとはフィジカルの、弱さだったりとか、パスだったりとか、気になるところはね、それぞれあるんですけど、やっぱりペースの部分だったりとか、ドリブルの部分、っていうのが非常に高くて、かなり扱いがしやすい、ような選手にはなってます。スピードで置いていくっていうことも、できますし、ドリブルも細かいので、足元で受けた時の軽さっていうのを感じられるような、選手にはなってます。あとはね、シュートに関しても、サイドの選手としては、まだある程度、決めきるシュートっていうのは持ってるので、そういう風なところもいいのかなっていう風に、感じますね。あとはジャンプとかはね、めっちゃ高いんですけど、そこまで空中戦は勝てなかったり、しますし、フィジカルの部分で弱さ感じるとは思うんですけど、無理をしなければという風な選手で、5万5千の選手としては、非常におすすめが、できるような選手かなという風に感じます。そして次はワールドカップヒーロー、キューウェルですね、キューウェル。キューウェル値段的には9万で、買うことができます。この選手もね、ミディミディだったりとか、あとはフィジカルもそんなにめっちゃ強いっていう風な選手じゃないので、そういうような部分だったりとか気には、なるところあるんですけど、それでもこの人もね、ペースが速くて、あとはパスが上手いですね。サイドで使うの自分はおすすめなんですけど、一応 CF 登録であるんですけど、一応サイドで使うことをおすすめできるんですけど、サイドからの、スルーパスだったりとか、横パスとかも上手いので、そういう風なところがキューベルの良さかなっていう風に、感じます。ドリブルに関しては、扱いはしやすい方ではない、扱いできなくはないっていう風な選手ですね。人によって重たいって感じるかもしれないんですけど、全然ある程度の人は、全然まだ扱えるような、軽さにはなるかなっていう風に、感じます。あとはこの人はシュート、もともと CF なので、決定力っていうのはある程度高いですし、そこの決めきる力っていうのも、それなりには持ってる、そういう風な選手にはなります。この人も、9万、多分最近になって初めて10万超えるようになったんじゃないかな、10万より下になったんじゃないかなっていう風に思うので、値段下がってきて、個人的にはおすすめかなという風に感じます。そして次は TOTW、ソン・フンミンですね。ソン・フンミン。ソン・フンミン値段的には11万5千で、買うことができます。10万ちょっとで買える選手、ST の選手の中では、トップクラスに決定力高いんじゃないかなっていうふうに思います。逆足5でも、振り切ることできますし、冷静さは非常に高くて決定力もめっちゃ高いので、個人的には、ちょっと ST として、ちょっと決めきる力、決定力っていうのはちょっと抜けてるのかなっていう風に、感じますね。で、ペースもあるので、ある程度裏抜けっていうのも、しながら、そういうシュートの場面に持っていくっていう力も持ってます。で、ドリブルに関しても全然自分は扱いきれるような、選手でした。そんなにめっちゃ重たいっていう風なことも、なくて、全然いいかなっていう風なところ。あとはパスも、うまいですし、逆足を使いながら、逆足もパスできるっていうのも非常にいいところかなっていう風に感じます。フィニッシャータイプとして、使いながら、パスもうまいので、ビルドアップに関わりながらっていう風なところ。スキル5ではないので、もちろんスキル5前線に欲しいっていう人からすると、ちょっと物足りなさあるかもしれないんですけど、それ以外は正直ほぼ完璧、SE としてはほぼ完璧な実力っていうのはあるのかなというふうに感じます。で、そして次は TOTW、オリーセですね、オリーセ。
オリーセンに関しては値段的には28,000で、買うことできます。まあ逆足3だったりとか、あとはこの人もフィジカルの部分がちょっと弱かったりはするんですけど、まあ非常にペースもこの人速くて、あとはドリブルのところ、敏捷性バランス、カンストしてるので、やはりこう軽さっていうのも、あるような、選手にはなってます。あとはこの人パスうまいですね。なんで、そういうこうサイドからのパスっていうのも出せるような、選手にはなりますし、まあ、シュートの部分もね、もうちょっとあれば良かったんですけど、やっぱサイドの選手として、スピードだったりとかドリブルっていうのがこれだけ高いのは、まあ、非常に優秀かなっていう風に、感じます。まあ、やっぱりこう逆足がね、欲しかった部分であるんですけど、28,000なんで、まあ値段に対して、この人の強さ、っていうのはあるなというふうに自分は感じるので、まあドリブルですね、やっぱり、サイドでのドリブルっていうふうなところをちょっとこう意識しつつ、まあオリセ使ってみると、まあいいのかなっていうふうに、感じます。まあ普通に28,000は安い、なというふうに思います。で、そして次は TOTW、ラファエル・レオンですね、ラファエル・レオン。まあ、レオンに関して値段的に52,000で、買うことができます。まあ、レオンも、それこそ、ね、ちょっとこう、ペースがある、スピードがあるような選手で、そこはいいところかなというふうに感じます。まあ、これまで紹介をしてきた選手よりかは、若干ドリブルは重たく、なってます。その分やっぱりフィジカルがあるので、まあ、サイドからゴリゴリいけるような、選手にはなりますね。パスはちょっと上手くはないので、ちょっと引っかかってしまうとこは、あるとは思うんですけど、まあ、それでも、やっぱり、でかい選手で、フィジカルで、まあ、負けない、そういう風な選手が欲しいって人は、ラファエル・レオンは非常におすすめかなっていう風に、思います。まあ、決定力も、それなりにあるので、ST として使うのもいいのかなっていう風に感じます。まあ、サイドよりかはね、ST の方がやっぱフィジカルとか大事かなという風にも思うので、まあ、そういうフィジカルも備えてるってところがレオンの、いい部分でもありますし、ちょっと、まあ、フィジカル欲しいな、そういう風な、選手がいいなって思う人は、ラファエル・レオン、使ってみてほしいなという風に感じます。で、そして次はトロフィータイタン、リュングベリーですね、リュングベリー。リュングベリー値段的には36,000で、買うことができます。まあ、安いですよ。普通に安いです。前線の選手としては、まあ非常に多くのものを揃ってる、それなりに高い選手にはなるので、まあ、ペースも速いですし、シュートもね、決定力高いっていう風な部分。で、あとはパスもうまいというか、まあ、それなりに出せるので、ドリブルもね、全然重たくはない、そういう風な選手にはなるので、まあ結構、これで36,000かっていう風に自分は、思うんですけど、もうちょっと高くても、まあ5万とかぐらいあってもいいのかなっていう風に思ってしまうんですけど、まあ普通にこう扱いやすい、キャラクターの、選手ですね。まあ特に初心者の方におすすめかなっていう風に思います。まあ新選手ってことで、まあ安くて、使えますし、まあスキルも逆足もどちらも4ありますし、比較的この人は、全然いいんじゃないかなっていう風に、思いますね。まあ、理不尽さは、そんなにはやっぱりないんですけど、まあ、それでも使いやすいキャラクターの中で、多くの人は、まあ、それなりに、全然こう、使えるんじゃないかなっていう風に、思います。で、そして次はトロフィータイタン、ドノバンですね、ドノバン。ドノバンも値段的には36,000で買うことできます。まあ、この人はね、まあ、ST で使うのがいいかなっていう風に思うんですけど、まあ、決定力も普通に高くて、ペースもあるので、まあ、裏抜けをしながら、あとはドリブルもね、全然扱えるような、選手にはなりますし、パスも出せる、そういう風な選手にはなるので、まあ、4-4でよかったら全然 ST でも使える、輝けるような選手にはなります。フィジカルはそんなに強くはないので、やっぱこう ST として五分五分でも出したれみたいなところでのこう強さっていうのはないですね。フィジカルで弾き飛ばすみたいな力は、ないので、まあそこはちょっとあまりこう無理をしないように、っていう風なところですけど、まあこの人も非常に、まあ初心者の方からすると値段が安くて、強くて、おすすめの選手にはなるかな。まあ値段以上の強さっていうのは全然感じられるような、選手にはなってます。まあなかなかこうアメリカで MLS っていうようなところで、まあ他の
ね、選手のケミスクっていうことはできないんですけど、まあ、それでも非常にこう、使える、全然3万6000だったらおすすめの、選手にはなります。で、そして次はネイマールですね。ネイマール、金のネイマールです。まあ、ネイマール値段的には3万8000で、買うことできます。まあ、この人はね、それこそ今週の CF でも使ってたり、して、まあ、本当に何ヶ月ですか、もう、一番最初のね、FIFA の発売からいるような、選手にはなるので、まあ、その選手にしてはというか、まあ、まだ全然使えるなっていう風に、自分は思いました。やっぱ金の選手なので、どうしてもこうなんか遅さとか、なんかもっさり感とか、っていうのは若干ネイマーですら感じるようになってきたんですけど、まあそれでもやっぱりネイマー、この金の選手の中では非常にやっぱ使用感いいですし、シュートもね、やっぱり逆足も5っていう風なことで振り切れますし、結構ね、まあ20試合あったら、7ゴールぐらいは決めてくれたんかなっていう風に思うので、まあ非常に金の選手の中ではやれるような、選手にはなってます。あとはパスも全然上手くて、やっぱり逆足とかスキルとかを使いながら、パス、ドリブル、だったりとかもいける、そういう風な選手にはなるので、まあおすすめかなっていう風に感じます。まあ金のね、今使ってみて改めてやっぱ今でも通用するっていう風なところで、まあさすがネイマールだなという風に、感じました。で、そして次は、トロフィータイタン、クローゼですね、クローゼ。クローゼ値段的には8万3000で、買うことできます。まあ、この人に関してはですね、逆足が5にアップグレードされたっていうのがでかいかなという風に感じます。まあ、決定力は高いですね。で、スピードもついたので、ある程度こう裏抜けだったりとかをした後の逆足で振ることできる。そういう風な選手にはなってました。で、まあ、ドリブルだったりとか、パスの部分だったりとかは、やっぱりあんまりです。まあ、特にドリブラーが重たいのは、まあ、わかるかと思うんですけど、パスに関してはね、結構ね、引っかかってしまう部分はあるのかなっていうふうに思いますね。まあ、地上戦だったら、やっぱそこのパスだったりとか気にしないといけないのかな。まあ、それでもこう、クローゼを空中戦、まあ、この人ね、空中戦を活かすんだったら、よりこの8万3000は安いというふうに感じるというふうに思います。まあ、地上戦だったら、まあ、どうしてもこう、重さだったりとかあるんですけど、まあ、ロングボールだったりとか、クロスゲーとかをされる方は、クローゼの良さっていうのがより引き出せますし、おすすめにはなるかなっていうふうに思います。まあ、特に、そうですね、特にやっぱ空中戦とかを使いたい、そういう方向けの、選手には、なるんですけど、まあ、地上戦に使っても、まあ、本当にこれまでのクローズよりかは明らかに使えるようになってるっていう風なところで、8万3000円は安くて、おすすめかなという風に感じます。で、そして次は、プライムアイコン、ゲルトミュラーですね、ゲルトミュラー。ゲルトミュラーは値段的に26万5000で、買うことできます。まあ、44ではあるんですけど、非常に決定力、この人も高いですね。まあ、冷静さも非常に高く、決定力に関してはほぼ完成と近いという風なところで、まあ、フィニッシャーとして使うのが一番この人の良さ生きるかなっていう風に感じます。で、パスに関してはあまりうまくは、ないので、まあそこは注意しながらなんですけど、ドリブルも全然扱えるような選手で、まあペースも、まあある程度あるので、まあ全然使えるというか、26万5000の選手としては安いかな、強いかなっていう風に感じます。安くて強い。そういう風な選手にはなりますし、まあ、スキルがなかったりね、それこそパスだったりとかあまり上手くはないので、こう、派手ではないような、選手にはなるんですけど、まあ、それでもやっぱりしっかり決めきってくれる決定力っていうのが、まあ、あるので、まあ、この人までボールうまく届けることできれば、やっぱしっかり決めきってくれる、まあ、得点量産っていうのはできるのかなっていう風に、感じますね。まあ、よりね、スキルが5だったらよかったんですけど、まあそこはないっていう風なところで、44で良ければ、全然使える。そういう風な ST になってます。逆足は4なんですけど、逆足も4なんですけど、まあ自分は全然振って、決めきれたので、まあ逆足5みたいな、感じで思ってもいいんじゃないかなっていう風に思います。で、そして次はトロフィータイタン、ベルカンプですね、ベルカンプ。ベルカンプ値段的には32万で、買うことができます。
まあこの人を使った方は多いかなっていう風に感じるんですけど、まあやはり、結構強い、使えるようになってるなという風に感じます。まあスキル5のアップグレードっていうのがでかいなという風に改めて感じますし、まあ決定力も高くですね、パスも上手くて、ドリブルもまあ重たさっていうのはあるんですけど、まあそれでもスキルを使いながらだったら全然できるっていう風な選手にはなりますね。ペースがもうちょっとあったら良かったかなっていう風には感じるんですけど、まあ自分の中ではベルカンプはキャムで、使うのはおすすめかなっていう風に、感じますね。まあ2列目からの飛び出しだったりとかを活かしつつ、まあパスも上手いので出し手にもなれるっていう風な選手。まあミディミディだったりとかが若干自分が使った時は気にはなったので、まあそこも許せる方だったら、まあ非常に、使えるんじゃないかなという風に感じます。まあ自分は50万ぐらいの時にね、買って使って、そういう風に感じたので、まあそこで32万まで落ちたので、個人的にはコスパが良くて、おすすめかなという風に感じます。まあ、という感じで、これがアタッカー限定の両コスパ選手ベスト11になります。まあ、またね、時間が経てば、やりたいなというふうに思うので、まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。